明けましておめでとうございます。2024年もよろしくお願いいたします。はい、まず、年始め第1弾として、今回も夜のちぎりシリーズスペシャル行っていきます。今回のテーマは、お相手が隠しているセクシーな本音を見ていこうと思います。よろしくお願いします。はい、では1番をお選びいただいたアイドル座りの安村さん、よろしくお願いします。では見ていきましょう。で、お相手の本音、隠しているセクシーな本音ということで、そして今回もね、エンタメ要素強めとなっています。絵柄で撮っていくところも多々ありますのでご了承ください。ではまず見ていきましょう。隠しているセクシーな本音。タロットカード、その他のカードすべて正位置採用です。またお相手が今年1年あなたとどんなセクシーなことをしたいと思っているのか、最後に願望も聞いていきましょう。まずはスプレッド展開で見ていきます。はい、では見ていきましょう。少し、綺麗にしていきますね。すみません。年始め早々に。お相手が隠しているセクシーな本音ということで、見ていきましょう。なんかね、そのお相手の中で、とっても大事にあなたのことを思っているみたい。多少コンプレックスを感じているところもあると思うんですが、でもあなたともう一度交わりたいっていうのが、まずね、一番の本音として入ってきています。ジャッジメント。かなり大きいですね。そして未来のこととかも大きなカード出てきていますので、お相手の中でさらにこれから自分がレベルアップというか、そうですね、セクシーな部分を出していくので、ついてきてくださいとか、プラトニックな関係はもう終わりですだったりとか、あと身も心もつながっていくような流れになっていきたい、または持っていきたいっていうような願望が出ています。隠している本音がここなんですね。お相手の心の声っていうところでジャッジメント入っています。この方、焼き餅焼き屋さんなんじゃないかなっていう風にね、餅さんですね。今回この1番をお選びいただいた方。お相手持ち状態になってるので、なのでそのあなたが他の人と一緒にいるところを見て嫉妬していたりとか、であとはね、格差というか自分とあなたの立場の違いだったり、その立場を乗り越えて2人は結ばれていきたい、つながっていきたいっていう思いが強く出てきています。自分っていうのを主張しているので、自分のなんかこの本能的なパワーですよね。そこをあなたに見せていきたいっていうところがあります。なのでまだちぎっていないよっていう方だとしたら、これからお相手は実践していくと思いますね。とてもあなたのことを大事に思っていたからこそ今までつながらなかったんだとかね、そういうところもあると思うんですが、でも今隠している本音としては、それは建前であって、本当は理性で押さえつけてきたものを跳ね飛ばして自分の本能っていうところをむき出しにしていきたいっていうところがあります。優しい一面を見せていきたいとか、大人な自分とかね、そうですね、優雅な感じでエスコートしているような、頭の中ではね、あなたのことをそのように思っているんですよ。愛情があるからこそ優しくしたいとか、大切に関係を育んでいきたいとか、そういうところもあるんですけど、この方でもね、建前と本音が違う。建前はそう、なんか出来すぎくみたいなところでスマートにね振る舞っているんだけど、こう野心っていうところがちゃんとあるので、だからそのあなたと身がだって、あなたと体をつながっていきたい、あなたと交わっていきたいっていう願望がすごくあるんですね。こだわってるところも強いと思います。これからもう実現するっていうところも出てるし、なんかね、ここから伝わってくるのが、あなたが他にパートナーがいるとか、仕事忙しくて今お相手とね会えていないとか、あなたの方が忙しいとか、パートナーがいるとか、それでお相手が嫉妬しているような感じがするんです。
思い当たる方は、お相手かなりメラメラと燃やしていますね。焼き餅です。餅焼いていますね。焦がしてると思いますね。なのでなかなか今会えていないとか、そうなんかね、あなたが疲れてるような感じもするし、今距離が空いてるような感じもするんですね。離れちゃってる。物理的な距離が離れていて、遠距離だったりとかなんですよ。もしくは忙しくて会う時間がないとかねっていうのもあります。あなたの方が年上で忙しくて仕事ができてっていうようなイメージがお相手の中にはあるみたいなんですよね。そうなんです。だけどそのちぎりのところで言ったら自分がリードしていきたいっていうところで、かなりあなたと始めていきたい、交わっていきたいっていう思いが強いんですよね、この方。ほら、ワンドのエース出てきています。今考えていることは、今すぐ会って抱きしめたい。ちょっとロマンチックな感じですよね。ちぎりで見てるので、セクシーなところをもろ出ししてくるかなと思ったんですけど、この方、ロマンチックだなと思っています。なかなか会えなくて寂しいなとかっていうような思いもありますね。会えなくなっちゃったらどうしようとかね。あとちょっとね、聞きたいところがあります。ここもしかしたらあなたとこれから交わっていくとしたら、お互いの相性っていうところを気にしている可能性もあります。あなたと体の相性は合うんだろうかっていうところで、そこを気にしていますか？ Yes or No。 体の相性を気にしていますか？あ、絶対イエスって言ってる。ね、もしかしたらね、体の相性、交わった時にね、相性がいいかどうかどうだろうっていうところを考えているよっていう風に出てきていました。なるほど。すんごくね、相性っていうところを気にしているんだね。では、どんな相性だったらじゃあいいのっていうところでもらっていきましょう。どんな相性ならいいの？ルノルマンカードでもらっていきましょう。この人の望む体の相性ってどんな感じっていう。鳥のカードが1枚出てきています。はい。まずその段階を踏んでいきたいっていうのがありますよね。その行き急ぎすぎることなくっていうことでね。そう、なんかフルコースで楽しみたいっていう上品な感じかな。ちぎりとしては。前菜から始まって、そしてね、こうメインメニューがあって、デザートがあってっていう感じで、ワインをたしなみながらゆっくりと進めていきたいっていうようなところもあります。どんな感じ？でも船のカードが出てるから、割とね、こう進むんだね。そういう流れを期待しているというか望んでいるんですね。どんなちぎりがいいのっていう風に出てくると、鳥のカード、船のカード、船っていうのもコントロールしながら進んでいくっていうのがあるのね。ボート、バード。なので鳥はコミュニケーションですよね。おしゃべりとか、あとは触れ合いですよね。触れ合いを大切にしているっていうことと、あと2人のバランス感覚だったりコントロールっていうところでうまくこう2人がちょうど良いバランスでやっていきたいっていうところがある。そしてあとここにね、このルノルマンカードはここにメッセージが入ってるので読み上げていきましょう。ねえ聞いて、あなたには話さなきゃ、私が伝えなきゃ、この情報が新しいうちに。そしてもう一つは、遠くへ行くこと、遠くから来ること、ここではないどこかで、あなたのための何かが息をしている。遠く、果てなく遠くまで行きたい、行ってしまいたい、もう行っちゃいたい、行くよっていうところと、それはお互いのためですよね。そしてあなたに伝えたいことがある。これはあれですよ、ちぎりの最中どんなちぎり方したいですかっていうことなので、聞いてほしいことがある。あなたに何かを聞かせたい。自分が聞くんじゃなくて自分が言いたい。あなたに聞いてほしい。自分の気持ち、伝えたい言葉、何かね、おしゃべりすることについてあなたは聞き役になってほしい。そして遠くまで一緒に行っちゃいたい。お互いのため、あなたのためっていうことで、そうですね、なんか上品な感じですよね。フルコースで入ってきます。船はものすごい勢いでわーって行く時もあるんですけど、この場合こうゆったりしているような感じだけど、あれかな、フルコース時間をかけて、そう最後まで楽しみます。
ただこの方は自分が主導権を握る以外にもなんか伝えたいことがある最中ですよ。伝えたいことっていうか、なんだろうね、なんか言いたいことだったりとか触れ合いたいんですって。それを受け止めてほしい、聞いてほしいっていうのがあるので、この方のなんかやり方とかもあるんでしょうね。触れ合い方とか、触り方とかね、そういうのもあると思うので、そこはそこで受け止めてねっていうところで入ってきている。ただポイントとしてワンドの点なので、重労働なんですね。あなたがこのお相手についていけないかもっていうところがポイントとして入ってる。タフな方です。皇帝、キング。もうキング中のキングなんですよ。このカードの中の一番のキングでもあります。で、この方、ここを目指しているので、かなり強い、安定している、がっしりしている。で、そのちぎりの最中、あまり感情を見せないかもしれないですね。普段優しくてロマンチックな感じで進めていくのかなと思っているんですが、この最中ね、ここあんまり感情を見せないような感じがするので、秘め事は秘め事でみたいなの割には触れ合いを求めているっていうところがあるので、天の弱な感じもするんですよね。表の顔はロマンチックですよ。もうフルコースでデート楽しみましょうっていうことで、ちぎりも長時間触れ合いながらもう行くところまで行っちゃいましょうよっていう感じなんですけど、ただ体の相性は気にしている。あなたと合うかどうかなっていうところ。そして強いのでスタミナがあるとか、長い時間やりたいんだけど、あなたはついていける、上り詰めてこれるかな、一緒に行けるかなっていうところがポイントとして入っているので、このもちさんはね、焼き餅も焼くし、秘め事は秘め事のまま、なんかロマンチックに誘導してくれるかと思いきや、実は最中っていうのは、あまりこの方感情を見せないというか、なんでしょうね、自分の目標のために突き進んでいくのでついてきてねみたいな感じ、でところどころ自分の気持ちというか、なんだろうな、触れ合いだったりコミュニケーションっていうのは自分からやっていくんだけど、それを受け止めてほしいっていう言葉って言われています。ではあなたとの相性っていうところで気にしてるでね、これまだちぎってないよって方もいるでしょうし、いやもう全然普通にパートナー同士でもう交わし合ってますって、お互いちぎり捧げてるんですって方もいるかもしれないので、共通してどうしようかな、分けましょうか。じゃあもうすでに関係があるよっていう方は、ここにそのお相手が今あなたとの、関係において体の相性っていうところでどんな相性だと思ってるのかってことで1枚で、まだ関係持ってないよって方は、ここにお相手の望んでいる理想の相性ね、あなたとのこんな相性だったらいいなっていうところを出していきます。もうちょっと切っていきましょう。まずは関係がある方。関係がある方はこちら。そして関係の持たれていない方は2枚出しましょう。持たれていない方が多いのかな。でもちぎり以外のところで言っちゃえばね、あなたが先に言っちゃうみたいなことを、ちぎりもそうかな、あなたが先に言っちゃうみたいなことを言われていて、このもちさんが言うにはね、だからこの自分の持久力についてきてほしいとか、自分のエネルギーパワーについてきてほしいというところが出てるんです。キングが2人いますよね。でもなんだろうな、ちぎり以外のところで言えば、社会的立場とかね、そういうところで言えばあなたの方が上とかねのように感じてらっしゃるので、例えばあなたが事業をされていたりとか、お店を任されていたりとか、社会的立場があったりとか、年上だったりとかね、お姉さんなのかもしれないけど、そうですね、まずここはお互いの関係がある方、悪意っていうカードが出てきています。そして関係のまだ持たれていない方、どんなのを求めているのかって言ったら、心変わりとあなたを誇りに思うっていう2枚のカードが出てきています。じゃあここに対してもう少しね、ここは今回はねしっかりと読んでいきたいので、ガイドブック用意しています。こちらのブルーミングホープオラクルカードのところからガイドブック
もらっていきましょう。まず悪意ですよね。ここね、読み上げていきます。今回抜粋して読み上げていきますね。悪意、ちょっとお待ちくださいね。悪意って聞くとね、って思うかもしれないんですけど、内容としてはなんか悪いとかじゃないんですよ。ありました。悪意。読んでいきます。抜粋しますね。生きていると悪意を感じてしまうような出来事に遭遇することがありますよね。しかし、この出来事は実は学びのチャンスなのです。あなたがその出来事をどう解釈するかを見ています。お相手があなたがどう感じているか見ています。些細なことでも、何かこうあなたの中で違うとか、そこじゃないのみたいなことを思ったとしても、とびきりの笑顔でいてください。とにかく優しく接してほしいです。そうすることでお互いが成長して、そしてこのちょっとね違う、そこじゃないっていうところもだんだんと消えていきます。成長するからね、お互い合わせていけるし、回数を重ねるたびにお互いが相性良くなっていくっていうことでしょうか。そしてあなたは自分の光でこの違うそこじゃないのっていうところを消し去ることができるというふうにこのお花が伝えています。そしてこれからもたくさんの光でお互いを照らし、より良い方向へと行きます。自分自身の輝きで悪意を消し去り、光の方へとお互いを導きます。ロベリアのカードです。なんかちょっとあなたの方で違うなって思うことがあるのかな、ちぎってる最中に。そこじゃないんだよね、そこポイントじゃないみたいな、少しずれてるってことがもしあったとしても、でもそれは成長につながることになるので、回数を重ねているうちに改善されていくので、笑顔で対処しておきましょうっていうのが出てきていますね。っていうことです。それでお互い、そしてお相手がなんかちょっと違うなっていう風にあなたが感じてるんじゃないかってことを気にしてるっていう風に出てきています。些細な表情や変化、あなたがどのポイントでどんな表情をするのかっていうのをよく見ていますよっていうね、お相手の反応なので、あなたが違うって思ってること、もしかしたらね分かってるかも。この人なんか今違うポイントついちゃったかなとかね、思って気にしてるかもしれないので、しかしゆくゆくは良くなっていく、改善されていくので、なんかね今は違うなと思っていても、あまり顔に出さないと、顔というか反応しないっていう感じで、ここはあなたのテクですね。良い感じでいましょうっていうことで、これはお互いの相性がこれから育っていくのでっていうところですね。そしてまだ関係性結んでいないよっていう方は、心変わりと誇りに思うっていうところがあるので、ここも見ていきましょう。ちゃんとね読み上げていきましょうね。しっかりとしっかりとねここは読んでいかないと。相手が求めている相性っていうことなので、アイドル座りの安村さんをお選びいただいた方は、相性っていうところをしっかりと見ていきましょう。ありました。あなたを誇りに思うと、あとは心変わりってなんか気になりますよね。心変わり、ありました。心変わり、これも抜粋して読んでいきますね。まだ関係性を持っていない方、執着を手放すことで成長し、新しい幸福を手に入れることができます。ある時ふと、あれ、今までの感情は何だったんだろうと思うことはありませんか？そうした心境の変化を心変わりと呼ぶ場合もありますが、それは同時に執着を手放したという魂の成長の瞬間でもあります。愛する人、特定の相手を一途に思うことは予想以上のエネルギーを使います。ちぎることも予想以上のエネルギーを使う。しかし、その過程であなたは多くのことを学び、成長しています。今が覚醒の時で、ステップアップしていくことを告げています。今までの思いを捨てるのではなく、手放すことで、さらに多くのものが見えてきます。それはあなたが今以上の幸福を得るためにも必要な過程です。心変わりというと、ここのあなたのポジションのところにもカップの8が出ていて、そのお相手から見たら、
あなたに対して嫉妬してるというか、他にあなたが好きな人がいるんじゃないかとかね、自分とあなたの違いとかっていうところも感じてるんですね。このセクシーな本音っていうところもジャッジメントなので、もう一度挽回したいとかやり直したいとか、一度例えば関係性を持ってる方であれば、もっと自分の良いところを見せたいとかね、挽回したいってことですし、何度でも何度でも繰り返し行っていきたい、他の誰にも負けたくないっていうところで、あなたに太鼓判を押してほしいっていうのがセクシーな本音なんですね。はい、このね、アイドル座りの安村さんの本音はこうなんです。つまりは、もちさんですね。焼きもち屋さんなので。そして、ここね、何か自分の中で消し去ってしまいたい思いだったり、もちさんの中で燃やしてしまいたいものだったり、燃やしてなくしてしまいたいもの、もうライバルがいるのであれば、そのライバルの存在を消したいとか、あなたの心から他に気になる人がいるんじゃないかっていうこととかも全部消し去りたい。自分の不安もそうだし、あなたの心に自分以外の誰かを住まわせたくないっていうようなところもあるので、あなたが先に行っちゃったんじゃないかとか、それはその気持ちだけじゃなくてね、体的な面でも先に行ってほしくないなとか、先に行ってほしくないな、っていうことも考えてる。この人先に行っちゃうなっていう風に感じてるから、ついてきてねってことも言ってるんですね。心変わりっていうのを不安に思っていたり、またちぎってない方ですよ。でも、その心変わりっていうのは、あなたが他に好きな人ができるとかじゃなくて、今あなたの中でも何か一つ自分が覚醒するために、覚醒というか、ちぎりのね、パワーを上げていくためにも、何かここで落としていくものが出てくるなっていうのが出ていますね。そしてお相手の望む相性っていうところなので、何かを手放す、自分だけに集中してほしいってことかもしれない、余分なものを削ぎ落としてほしいってことが出てきています。そして誇りに思うっていうのも出てきているので、これはね、あなたの武器は一途さです。やっぱりね、一途っていうところをここ出しているし、ここもその余分なものを落としていく、手放していく、何のために、自分の成長のために、そこは何につながるのか、何を大事に持つのかって言ったら、一途っていうのが出てきました。この一途は、世界を敵に回しても、お相手はあなたの味方であり続けるし、逆もそうであってほしいと思っています。強い信念を持って愛する人の決断を見守って誇りに感じていきましょう。そしてお相手も感じています。そのお互いの深い愛情があなたをより高い次元へと、高次元、さらなるステージも行き着く先へと導いていきます。昇華していく、昇華、天に昇ると、あとお花ねと書いて昇華していく暗示が出ています。おそらくあなたが誇りに思う相手との関係に何らかの変化が訪れるでしょう。とは言っても心配しないでください。その変化はあなたを幸せな未来へと導くものです。どうか自然体を心がけて過ごしてください。一途な愛情を受け入れて、そしてあなたも一途に思い続けていきましょう。二人の関係性が今変わる時です。っていう風に出ているので、今まだ結ばれていないよっていう方は、これから良い意味で変わる、変化するということなので、二人が実現、結ばれていくんじゃないかっていうのが出てきています。自分自身を誇りに思ってください。お相手が今求めている相性っていうのは一途さなので、他に、最中にね、他のことを考えないでほしいとか、自分のことだけに集中してほしいってこと、集中力っていうところがここ求められていました。このように2つパターンとして分けてみていきました。では、お相手のセクシーな本音っていうところももらっていったので、もう少しもらっていきましょうかね。では、今隠しているセクシーな本音なので、最後お相手からのメッセージと、あと今年1年お相手の願望として、まずそうですね、お相手の願望ね、どんなことをあなたとちぎっていきたいと思っているのか、もらっていきましょう。お花は魅力、成長、結果っていう結果を残したい。しかもお互いの成長につながることだったりとか、魅力開花ですよね。花開くとか、あなたの心を花開かせたい、あなたの体を開かせたいっていう風に出てきていて、なんかやっぱりロマンチックですよね。こうやってブーケで出てくるので、基本はこの方ロマンチストですよ。ロマンチストなんだけど、
隠している本音の中にもロマンチック要素は含まれています。ただやっぱりやきもち屋さんかなっていうのは出てますね。安定した関係性をこれからも育んでいきたい。関係性を持たれている方はね。で、まだですよっていう方は、これから結果を出すっていうことが出てるので、実現するでしょう。今関係性持たれている方も成長っていうワードも入ってるし、結果残したいっていうのがあるので、挽回してより良い結果にしていきたいっていうね、ことも考えています。より良くしていきたいっていうふうにね、思われていますので、良いですね。ラッキーカラーはピンクが入っていますので、ピンクのカラーを取り入れてみてください。で、今年1年あなたとしたいことは結果を残すことだっていう風に出てきていました。では最後にお相手からのメッセージということで、言霊開花カードからお相手が今伝えたいことまたは隠しているセクシーな本音っていうところで、お相手のね持っている本音もう少し引き出していきましょう。今曖昧な関係性なんですっていう方ははっきりとするんじゃないかなと思います。何枚かもらっていきましょう。メッセージ。はい、3枚もらってお相手からのメッセージもらっていきます。はい、ではめくっていきましょう。まず、あなたは天才です。その才能を生かしましょう。ちぎりの才能があるよ。子供の頃の夢、本当にやりたかったことに気づいて実現。お金を大切に使えていますか？幸せに使ったお金は戻ってきます。お金のカードが入ってきています。お金に関わることがお相手から伝えたいこととして入ってきていますね。ここも完全にお金っていうワードが入ってます。ちょっと待ってくださいね。この言霊開花カードからもちゃんとねしっかりと読み解いていこうと思います。お金のことについて、今日何にお金を使いましたか？なかなかお金がたまらない。そんな時は今使えているお金に感謝してください。そして幸せなことにお金を使えている自分に気づくと豊かさは必ず循環してやってくるでしょうっていうワードが入っていますね。その2人のちぎる関係、ちぎることについて、デートだったりとかね、お金を使うことがあると思います。大切に使っていきましょう。2人が幸せに向かって使ったお金っていうのは必ず良い形で返ってくる、戻ってくるので、デート代奮発する。なんかね、この方、なんかロマンチックな感じがするので、デートも例えば品のある上品な場所とか高級な場所とかっていう感じもするし、ただあなたがとても上品な方っていう風にお相手から見えているんですね。だからあなたをお誘いする時にできるだけ清潔感のある場所とかね、そういうところ雰囲気作りっていうのも気にされています。自分の服装や下着にこだわっているかもしれません。こだわるというか気をつけている、身なりに気を使っているかもしれませんね。なんかお二人の関係性って品のあるものっていうように入ってくるんです。なのであなたも自分磨きだったりとか、お相手とデートすることについてお金を使うことがあるでしょう。だけどそれはいずれ戻ってくるので、お相手とのその一途な関係性、ロマンチックなちぎりを結んでいくために出ていくものは返ってきますよっていうのが出てきています。なんかね、そのお金だけじゃなくていろんなものですよね。エネルギーです。お相手とちぎっていくことに対して使えば使った分、もう惜しみなく2人の幸せのために、2人が天へと昇華していくために、昇天していくために惜しみなく注いでいきましょう。それは返ってきます。返ってくるよってジャッジメントのカードも入ってるので、何らかの形で、そのちぎりの中で言えばね、あなたが尽くせば尽くした分、もうお相手からも返ってくるっていう風に出てきています。そしてもうあなたは天才ですっていう風にね、お相手が言ってるんです。あなたのちぎりは天才的だと。ぜひその技とかあなたの才能っていうのを生かして2人の関係性にね、ちぎりに生かしてくださいっていうことと、あとお相手が前からやりたかったことがある、あなたとちぎっていくことでそのことに気づく。前からやりたかった夢、願いっていうのがちぎりの中にあるみたいですね。そのことに気づくので、それは
あなたと一緒に作り上げていくことなんじゃないかなっていうのが入ってきています。そのお相手がやりたかったことっていうのは、私が思うになんか流れを作りたいんだと思います、この方。例えば本当に絵に描いたような感じ、フルコースのデートをして夜景を見てって、高級なホテルに行ってとか、なんかそういうね、品のあるような流れを作りたい、今年はやっていきたいな、そういう夢目標っていうこと、そこに着目してあなたをそこに誘っていこう、2人でそういう関係になっていこうっていうのがあります。なので、もう頭から最後までこの方はロマンチックな感じっていうのは出てきてます。ガツガツしているとかっていうよりはロマンチックな感じだけど、裏の顔というか潜めているところとしては焼きもち屋さんだし、一途さっていうのを求めてるし、自分がタフなのであなたがついてきてくれるかなっていうこと、そしてちぎりの最中に何かね、触れ合うのか口を使うのかコミュニケーションをとっていきたいってことも出てきていました。コントロールのカードも入っています。これはお相手が望む関係性というか相性ですね。内容です。相性、内容。こっちがちぎってる方、ちぎってない方、どんなことを求めているのかっていうところももらってきました。で、お相手があなたのことに対して天才っていう風に言っているので、大変満足するようなものになるでしょう、2人がちぎっていくときに。で、今例えばちょっと違うなとかズレを感じることがあっても、それは軌道修正していけるので安心してくださいということで、今回はお相手の隠しているセクシーな本音っていうところを見ていきましたが、このもちさんの場合はめちゃくちゃセクシーなことを本音で思っているというよりはロマンチック路線っていう感じで出てきていました。はい。では、これからも様々なリーディング動画を投稿していきますので、よろしかったら高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。新年明けましておめでとうございます。来年もどうぞよろしくお願いします。はい。では、まず新年一番最初の動画として、夜のちぎりシリーズスペシャル、年末年始スペシャルを行っています。はい。では、こちらの飛び上がるお星様安村さんをお選びいただいた方は早速リーディングしていきましょう。今回のテーマは、お相手の隠れたセクシーな本音というところと、今年の1年あなたとどんなちぎりを交わしたいのかっていうお相手の願望っていうところをもらっていきます。早速ですが、お相手の、隠している本音についてもらっていきます。どんなセクシーなことをあなたに対して思っているのか。今回エンタメ要素大変強めとなっております。そしてカードは絵柄で取っていきますね。もちろんカードの意味も取っていくんですが、絵柄も取っていきます。では見ていきましょう。はい、出ましたね。なんかまず一つ、そのちぎりとはちょっと関係なくなるかもしれないんですが、あなたの体調っていうのをお相手心配しているよっていうところは出てきています。仕事忙しかったとかありませんか？あなたの方がっていう感じがします。なんか責任感のある仕事とか立場っていう感じで入ってくるので、最近忙しいとか年末ちょっと追い込まれていたような感じもするんですよね。一部の方だと思います。なのでここね、ソードの4番出ているんですが、少しちぎりとは今ちょっと関係なくなっちゃうんですけど、あなたの体調っていうところを心配しているよって、なのであまり無理しないでねっていうのは入ってきています。これはちょっと自分の体調とか気になる方については、少し自分の体のケアっていうところをしてくださいねっていうのが入っていましたね。では見ていきましょうね。今回ね、あとお相手の隠れた本心、お相手の隠れた本音っていうところを見ていきます。はい。で、その体調面のことはまず一回置いといて、あとはちぎりの方に見ていきましょう。とてもあなたを可愛がっていますね。この方、めでています。はい、とっても可愛い、愛しい、愛らしい。
そしてその隠れた本心っていうところなんですけど、ここめちゃくちゃすごくないですか？ワンドの4番、プロポーズしているようなカードが入ってきていますよね。そしてここにウィッシュカードも入ってるので、お相手自分の本心、セクシーなところを今回覗いていきたかったんですけど、セクシーというよりはどちらかというと告白とかプロポーズとかそのようなイメージで入ってきます。あなたに捧げたいとかね、そんな感じで入ってくるんですね。ずっと見ていましたとか、ずっと思っていました、結婚してください、交際してくださいとか、このね、自分に、自分とちぎってくださいというか、ちぎりましょうって、なんかこういう風になるんじゃないんですか？契約を交わすというか、あなたと一緒にいたいんですって、一晩共にしませんかとかね、そういう感じで向こうから、持ちかけてくれるんじゃないかなっていうのが出てきています。でもいろいろとこの方の中でどんなプレイしようかなってことで考えているところがあります。で、今回ね、もう関係性ありますよっていう方と、まだこれからですよっていう方と2パターンに分けてみていきたいんですね。で、今その関係性持っている方だとしたら、お相手の中であなたの方にね、割と負担かけちゃったなみたいなことを今まで考えていて、なのでお相手の方が結構激しかったりとかね、お強かったりとかするんですけど、でももっと激しくしたいっていう風に入ってるんですよね。激しくしてほしいとか、激しくしたいとかね、めちゃめちゃ色気があるお姉さんのカードが出てきましたね。なんか自分のシャツを着せたいとかね、そういうことを考えているかもしれません。こんな感じでおねだりしてほしいとかね。これは急展開を表すワンドの8なんですけど、スピードよくね、物事が展開していくってことなので、今関係性ある方っていうのは、今以上に激しくしていきたいとか、そういう展開を望んでいたりとか、またはいろんなプレーっていうのを頭の中で考えていると思います。そういう風にしたいなっていう感じ。で、もちろん一番最初にも言った通り、体調のことを気にしているっていう方は、あなたの体調のこととか仕事の忙しさっていうのを感じているので、ちぎろうかちぎらないか、我慢するかしないかってことで考えているところもあります。でも早くそこから抜け出して、もうあなたと二人きりの時間が欲しいとか、ゆっくりとちぎるような丸一日、ゆっくり何もしないで二人で一緒にいる時間が欲しいとか、そういうことを感じています。で、これからちぎっていくよっていう方だとしても、あなたのことでいろんな妄想してますよね、この人。あなたが見せてくれる顔ってどんな感じなんだろうって。いつもお洋服に包まれているんだけど、その包まれているものを剥がしていったらあなたはどんな顔をするんだろうとか、そういういろんな妄想とかもしています。そうですね、こんな感じで妄想していて、あれやこれやと考えています。どうしようかなって、どんな風な顔を見せてくれるのかなとか、こんな風にしたらびっくりするかなとか、喜んでくれるかなとか、いろんなことを考えていますね。でも基本的なところは一緒です。一緒に過ごしたいとか、二人だけになりたいとかね、そういうことも考えています。なので、最近あまり会えていなかった、だから妄想の中だけで膨らませているとか、もうパンク寸前なんですよね。この2番さんっていうのは、かなりパンク寸前の安村さんっていう感じがします。自分の中の欲求とか、性的欲求ですよね。気持ちっていうところももう溢れ返ってるような状態なんですよね。もう溢れ返りすぎていて、今ちょっとパンク寸前っていう感じ、抑えてると思いますよ。遠くからあなたを見て、眺めているだけで幸せっていう風に思っているんだけど、でも本心としては二人きりになりたいよねとか、告白したいとか、自分の気持ち伝えたいっていうところがあるので、この溜まりきっている、パンク寸前の安村さんだから自分の、欲望とか願い願望っていうのを叶えていきたいっていうところがポイントで入ってきてるんですよね。どこにその願望があるかって言ったらここなんですよね。安らかな時間を過ごしたい、安心した安定した関係性になりたいとか、自分の願いなんですね。それはこの方のここですね。ここが一番強く出ています。だけどあなたとしてはどうかなって、体調的にどうだろうかとか、あと体調ももちろんこの見た感じに入ってくるんだけど、それ以外で言うのであれば、このソードの4番っていうのは一時休止のカード、一旦お休みしましょうっていうカードなんですね。
だからその関係性のある方だったら、あなたが無理していないか、自分が激しすぎて無理しているかな、ちょっと一回休んだ方がいいかなとかいろいろ考えているような感じです。で、まだちぎっていない方だとしたら、自分が今パンク寸前なので、その勢いのままあなたに向かっていった時に、あなたは自分の思いをすべて、思いとかエネルギーとかね、すべて受け止めてくれるだろうかっていうところで、休み休み行った方がいいのかなとか、そういうところもあります。でも一番強いのはここですね。自分の気持ち、願いを叶えるためにっていうところで入っています。そしてまだね、ちぎっていない方はこれから関係性が変わっていくと思います。つながるんじゃないかなと思います。ワンドのエース。あなたに自分の気持ち、そして体、すべて貫通させていきたい、貫いて、打ち抜いていきたいっていうところが入ってきていますので、ね、新しい始まりね、活力あふれる生命の始まりっていうところで、お互いが燃え上がるような恋をしたい、落ち着いているとか離れているとか、そういう関係性からぎゅっと近づくような、結びつくようなところにお相手は向かっていくので、はい、ということで、そう、あなたのところを見ていても、あなたのところでワンドのキングが入ってるので、あなたも多分タフなんですよね。ちぎりのことに対してもボスみたいな絵柄で出てますよね。そう、ボスのカードが入ってるので、お相手はだからあなたもタフだと思ってるし、でもあなたは自分についてこれるかなっていうことも感じてる。両方あるんですよね。だから今あなたはもともとタフな方なんですよね。スタミナ的にもある方なんですけど、何回でも大丈夫ですよっていう方なんですけど、ただ今精神状態とか、仕事、心身の状態とかがちょっと今疲れていたりとかしているのかなっていうのは少しだけ感じます。このあたりね、オーバーワークのカードだったり、一時休止のカードが入ってるので、体調面を気にされていたりとか、もともと持っているところはスタミナがある方なので、だから大丈夫なところもあるんですけど、どうかなってところで、お相手が今期待していることとか不安に思っていることで強行のカードが入ってるんですね。なので今不安に思っていることについてノルマンカードをもらっていきましょう。何について不安に思っているのか、もう少し深く見ていきたい。この、お星様の安村さんをお選びいただいた方というのは、セクシーな本音を見ていきたいんだけど、セクシーなところ以外で今お相手が心配しているところ、あなたの体調面とかですね、気にしているところがあるかもしれない。ハート大好きだよ、楽しくて笑い転げちゃうくらい世界は喜びにあふれているハートのカード。お相手が期待していることや今不安に思っていることでハート、あなたは自分のことを好きでいてくれるんだろうかとか、自分はあなたのことを大好きだって思っている、あなたしか見えていない他の周りの人の話とか全然耳に入っていなくて、あなただけを見つめているっていうね、大黒摩季さんのカードが入っているので、いやー、ハートか、この方が見ている先っていうのは愛です。大好きだよって入ってきました。もうこれだけ、もうシンプルでいいって、いろんなことをもうごちゃごちゃ考えずにシンプルに、もうここをね、ワンドのエース始めていきましょうっていうことですね。そっか、強行のカードなので、例えば誰かの話を聞くとかアドバイスをもらうとか、または社会的な立場のことで考えていたりとかするのかなと思ったんですけど、まっすぐこの人見てるでしょ。なんか乱れてるっていう感じなので、あなただけ見つめているっていうね、ハートと一緒に出てきました。素晴らしい。では、じゃあね、お相手が今ちょっとだけね、体調面っていうところが入ってくるので、気にしていることを体調面ですかっていうこと、あなたの体調面ですかっていうことで答えをもらいましょう。もしここ違うっていう風に出たら、体調面のことをぐっと抑えてセクシー路線で見ていきます。ちょっと待って、体調面ですか、はいそうですっていうのが出てくるので、今あなたの体調、健康状態とか、あと忙しさっていうところどうでしょうか。一時休止、今エネルギーを養いましょうっていう風なのが近未来出ているので、何かね、
セクシーな部分を出していく前に、まずあなたのコンディションどうですかっていうところが出てきています。じゃああなたのコンディションってどうなんですかっていうところをタロットでもらいましょう。深掘りです。セクシー路線ではなくて、通常のというか、あなたは今コンディションどうでしょうか。通常の、性的な部分ではなくて、普通ってなんやねん。その日常生活におけるあなたのコンディション。生活面においてジャッジメント、出てきていました。なるほど。もう一枚もらっていいですか。復活のカードです。だからタロットカードで言ったら死者が蘇るカードなんですね。なので蘇りのカードなんですけど、どうですかね、あなたの中でこの今性的部分じゃないところでジャッジメントが出てるので、今あなたが再チャレンジしていて結果が欲しいって思っている、生活面でね思っていることがある、結果を残したいとかやり直したいことがあるとか、そうですね。ともう一枚が3、太陽。強いな。あなたの中で今大きな節目を迎えていたり、それは自分の明るい未来に向かってあなたがもう一度再スタート、やり直したいって思っていることに向けて今頑張ってる、それに向けて今自分が力を注いでいることあるのかなって。でそれは結局は巡り巡ってお相手と結ばれることになってるんじゃないかな。例えばお相手と安らかな時間、デートする時間とか、来月今年末忙しくて年始あたりにデートの約束していて、だからそれまでは一生懸命頑張ろうとか、仕事に今追われているとか、自分磨きかもしれないし、生活面のことで追われてることがあるんだけど、ゆくゆくはこのようにね、お相手と一緒に安らかな時間を過ごしたいから、だから今自分頑張ってるとか、より良い結果を出すためにものすごく今復活させようとしていることがある。あなたは死者というか寝ていて、ジャッジメントって天使が復活のお知らせをしていて、それに伴って死者が蘇ってくるっていう絵柄のカードなんですけど、これはねちょっと違う絵柄で入っていますけど、でもその今イチャイチャしたい気持ちをこらえて今頑張っていることが、ゆくゆくはそのお相手との自分が一緒にいるためのことにつながっている未来っていうところを目指しているからっていうところで、今抑えているところもあるんじゃないかなっていう。これはその性的魅力以外のところであなたが今のコンディションってところで見てきてるんですけど、より最高の自分にしていくためにとか、より落ち着かせていくために今自分頑張ってるよっていうところがあります。これ2枚大アルカナなので、あなたの中で今の現状、すごく大きな節目っていうところを、迎えているんじゃないかなと思いますね。だから遠くであなたのことを応援していたり見守っているようなお相手の姿っていうのもあるんですけど、でもあなただけ見つめてるっていうカードが出てきていました。で、素晴らしい。あなたはゆくゆくね、何か達成したいことがあるって、自分の中で叶えたいこと、成功させたいことに向かって今頑張ってるって、一回くじけそうになったことがあるんだけれども、それはまたより良くしていくために頑張るんだっていうような気持ちいい生活っていうのをやられていますね。はい。でもお相手の今頭の中で、セクシーな本音っていうところで言えば、捧げたいとかね、つながっていきたいっていうところと、脱がせたいっていうところとね、ありますね。急展開っていうところです。ではもう今すでに関係性あるよっていう方もいますしね、まだこれからですって方もいると思うので、2つに分けてお相手が望んでいること分けていきましょう。願いを叶えたい、多分ここだと思うんですけどね、自分の本音を実現化させていきたいってことなんですが、体調だったりとか生活面のことが気になるぞというところはあります。で、お相手が隠しているセクシーな本音について、どんな関係性を望んでいるのか、関係性のある方、これからの方っていう風に分けて、お相手が今望んでいることね、望んでいるセクシーなこと、どんなあなたのセクシーな部分を見たいのか、そこを見ていきましょう。あなたの見たいセクシーな部分、関係性のある方、
関係性のある方はこのカード、別れの悲しみ。そしてこれから関係を持っていくよっていう方は、あなたのどんなセクシーな部分を期待しているのか、どこを脱がせたい。はい、祝福。ということで、ここはね、しっかりとガイドブックに沿って見ていきましょう。ブルーミングホープオラクルカード、まず金銭かですね。今関係性持ってるよっていう方は、別れの悲しみ、お別れしたくないっていうことで、2人だけでね一緒にいたいっていう、この時間を永遠にしていきたいんですよね。だからなかなかね今体の交わりが少ないみたいなねことを感じてるかもしれません、お相手の方が。なのでもう少し増やしたいとか、もうちょっと一緒にいたいとかね、別れがたいとかね、そういう気持ちがあると思うんですね。お待ちください。ありました、別れの悲しみ。お相手が望んでいるあなたのセクシーな部分っていうところで今出してるので、セクシーな部分なのでね。で、その過去の辛い別れとかふと思い出しているかもしれません。辛いこと、ごく最近突然の別れを経験した方もいるでしょう。すべての別れには大きな意味があります。なぜこの人と出会ったのか、その出会いを通じて何を学んだのか考えてみてください。決して悲しいことばかりではないはずです。そして辛い別れを乗り越えて、その出会いに感謝できるようになった時、新しいかけがえのないとびきりのご褒美をあなたに準備しています。待ち焦がれた出会いがあなたを待っています。はい。そしてこれがあなたのセクシーな部分、お相手が望んでいるセクシーな部分なので、そこに置き換えてこうやっていくとするのであれば、過去お相手と交わった後ね、もう行かなきゃみたいな感じで、また今度ねみたいな感じでお別れするとき、ちょっと悲しいな、辛いなっていう風に、悲しみっていうのをお相手は感じていて、あなたもそうかもしれないですよね。別れがたいっていうところに対してね、色気を感じていたりとか、またねすぐ会いたいなっていうふうに思ったりとか、確かに2人がまたそれぞれの生活に戻っていくことって、離れ離れなのでずっと一緒にいたいって感じかな、この人。常に一緒にいたい、一緒に生活したいってことを感じてるのかな。日常生活にもっとあなたが欲しいってことがあるのかな。また待ち焦がれてるんですって、またあなたに会えることを。だから別れた時は寂しいなっていうふうに思うんだけど、でもまた会えることに期待していたりとか、また会って交わることに対して喜びとか妄想とかっていうのも感じているので、別れ際のあなたの姿とか表情っていうところに色気とかね、その魅力っていうところを感じてるみたいです。確かにね、離れ離れになっちゃってまた今度ねってなるのは悲しいんだけど、でもっていうところでね、その悲しい表情をしたあなたを見ていることがドキドキするのか、また会えることに対してワクワクしてるのか、どちらの意味もあるよって。別れっていうのは今回この今ちぎっている関係性の方なので、多分その2人のデートの後とかね、その瞬間のことを言ってるんだと思います。決して関係性が終わるとかね、そういうことじゃないので、ちぎりの後ってことですね。余韻にもうちょっと浸っていたいなとかね、浸っていたいんだけども行かなきゃっていうところにちょっと色気を感じたりするんじゃないかなっていうのが出てきていましたね。そしてこれからちぎるよっていう方は祝福のカードが出ています。抜粋して読み上げていきますね。で、お相手があなたに求めている性的魅力っていうところで、あなたは祝福されて生まれてきています。そして、この生まれた瞬間からそれぞれ使命を持っています。今このタイミングであなたの使命に気づいてほしいと伝えています。最近急に興味が湧いたり新しく始めたことはないでしょうか。もしくは以前から挑戦してみたいことがあれば、まさに今が始める絶好の機会だと言えるでしょう。あなたたちは結びつく可能性があります。はい。ここに気づいたとき、より良い関係性、より良い影響がもたらされるはずです。今お互いが結びついていくことを気づいてほしいし、受け入れてほしい、喜び合えるような関係性になっていけるので、祝福のもとに生まれてきた
これをお相手の求めている性的魅力として言うのであれば、そのお相手を受け入れてほしいとかね、お相手の望んでいることを受け入れて OK 出して OK サインで出してほしいとか、そして気づいてほしいんですって、使命っていう風なワードが入っていたんですけど、今回性的意味で取っていくので、2人が結びついていくことだったりとか、あとはそのお相手の望んでることですね、ここ大好きだよっていうところを気づいてほしいとか、つながっていきたいってことに対しても、これから2人は結びついていくっていうのが出てきていましたね。結びついていくんですって、そのことによってもたらされる気づきや祝福っていうのがあるので、その時にあなたの性的魅力ってことをお相手が知るんですよね。これからも現実的に知るってことです。今までは妄想の中であなたを脱がせていたりしたんだけれども、ちゃんと結びついて始まっていくことによって開花されるあなたの性的魅力、そこにお相手も気づくし、あなたも逆に気づいてみてほしいっていうところが出てきていました。なるほど。ということで、このお星様の安村さんね、お相手、じゃあ今年あなたとどんなことしたいのかっていう、お相手の性的願望っていうことで、あなたとどんなことしたいのか、大好きだよっていうハートのカードが入ってるので、なんかね、その告白とか好きっていう気持ちを伝えてくれるんじゃないかなと思います。どんなことをしたいのか、お菓子のカード、甘い体験、誘惑、ご褒美、頑張ったねっていうご褒美としてあなたと交わっていきたいマカロンのカードですね。で、ラッキーカラーはイエローなので黄色取り入れてください。可愛いですね。パステルカラーの黄色の下着とかもね、いいかもしれませんね。この黄色が色として入ってきています。甘い体験をしたいそうです。誘惑したいっていうのがあるので、お相手からのお誘いっていうのがあるかもしれませんね。この方ね。で、あとはお相手からのメッセージもらっていきましょう。2番さん、お相手からのメッセージはこちらの言霊開花カードからもらっていきます。お相手があなたのことで今伝えたいことを、性的なことで、セクシーな本音、もう少し掘り出していきましょう。セクシーな本音。ただ、捧げたいとかね、そういうことが入ってきましたね。ここですね。捧げたい。こうね、ひざまずいていますよね。3枚もらっていきます。わー、素敵なカード。わー、ちょっと待ってくださいね。なんかね、すごく入ってきました。まず、内なる美しさを目覚めさせるあなたの美しさは唯一無二。あなたの内の美しさってことですね。体の中の美しさ。心もそうなんですけど、今回ね、セクシーな本音っていうところで、あなたの体の中に潜っていきたい。そこで感じていきたいとか、そこにあなたの美しさってところも感じることができるので、どうぞ感じさせてくださいね。私に感じさせてください。同じくブーケ受け取ってますよね、この女性ね。花束を受け取ってください。あなたはとても美しい。体の中も美しいってことを言ってるので、十分満足するものになるんじゃないかと思います。そしてここね、全部抱え込んでいませんか？もっと頼っていいんだよっていう風に出てきています。なんかね、オーバーワークのカードとか一時休止のカードも出ていて、体調面気にしてるっていう風に出てきていたので、それで今あなたが忙しいとか悩んでいるっていう方は、抱え込みすぎだから頼ってねっていう風に言われています。これもし今あなたが悩んでいたり落ち込んでいたり苦しかったり生活厳しいなっていう方は、お相手のことを頼ってください。出てきていました。相談するとか、甘えるとかね、いいと思います。そしてここ、お家が一番のパワースポット、ずっといたくなる空間を作りましょうっていうのが出てきていました。お家がキーワードです。なので、2人が結ばれていくのはどちらかのお家だったり、またはこのね、アットホーム、落ち着くような場所だと思います。
ずっと2人が一緒にいたくなるんだっていうことですね。この空間づくりも意識的に作っていくといいと思います。環境づくり、お部屋を整えるだけじゃなくて、自分が今忙しかったりとか疲れてたりするんだったら、まずその環境を整えるってことですよね。っていうこともいいし、もうお相手はあなたと一緒にいたいって思ってるから、ね、この一緒にいたくなる、ずっとずっと長く一緒に、もう別れがたいっていう風に出てるので、一緒にいたくなるような時間を作るとか、環境を作るってことをやってみてください。これお相手の本音ね。だからお相手が自分も作っていくよって、頼ってほしいし、あなたはもう内側から美しいし、ずっと一緒にいたいってことですよね。愛の感じが入ってきました。セクシーな本音ってところを見てきたんですけど、2番さんね、お相手の純真なる愛。これは今からあなたとつながっていくことが始まっていくってことも表しているので、どちらかというとまだ関係性持っていないよって方も多いかもしれませんね。ワンドのエースでここ結果が終わっていくので。で、自分の願望を叶えるためにお相手は動いてくる。甘い体験、誘惑、あとご褒美っていうのも入ってくるので、甘い1年間あなたの体験実現させていくと思います。今回はお相手が隠しているセクシーな本音について見ていきました。これからもいろいろなリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。新年明けましておめでとうございます。2024年1年間どうぞよろしくお願いします。はい、お待たせしました。3番狙い撃ち安村さんをお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、お相手の隠しているセクシーな本音、そして性的魅力、今年あなたと行いたいことについて見ていきます。今回も夜のちぎりシリーズ年末年始スペシャルということで行っていきます。エンターテインメント要素強めとなっていきます。ご了承ください。では早速見ていきましょう。こちらのカードを正位置採用で絵柄を大きく取っていきます。ではここからお相手が今隠しているあなたに対するセクシーな本音っていうところをもらっていきます。はい、こちらでもらっていきます。お相手あなたのこと好きですね。ただしあなたはどうなんだろうっていうようなお気持ちでいます。はい。で、ちぎり隠された本音っていうところで、これからちぎっていきたいとかね、ここですよね、ラバーズが入っています。たとえ今、離れ離れだったり、苦しいことがあったり、あとね、中には、今そのお相手が、自分にパートナーがいたりとか、で、そのパートナーと今お別れするとかね、っていうのを考えている方もいます。あなたがパートナーがいるじゃなくて、お相手がいるのかなっていう感じで入ってきます。なので、あなたのことを不安な気持ちにさせちゃってるなとか、あなた自身がまだ見えていないっていう不安な気持ち、お相手がいないような、そんな気持ちになっていて寂しいとかね、そういう気持ちで今いるんだけど、でもこれから未来変わっていくから、どうかね、自分のところにいてとか信じていてっていうようなところが入ってきています。お相手の期待、恐れのところにラバーズ、あなたとイチャイチャしたいって。だけど今の現状、まだこの自分がなんか深い悲しみとかっていうところにいるので、この絵柄から見るにお相手が例えばパートナーっていう存在がいて、その方とのお別れを考えていて、そしてあなたとの未来を望んでいるっていう感じかなと思いました。またはそのパートナーじゃなかったとしても、今お相手が今どん底というか生活、かな、なんか苦しいことがあって、だけどその暗いところからお互い抜けていく。あなたも月のカードが出てるので、暗い闇
夜なんですね。このお互いが今暗いところにいるんだけれども、そこから抜け出してイチャイチャしたいっていうのがこの3番の安村さんの願いですね。イチャイチャしたいっていうことです。そしてもっとあなたに時間を割いていきたいっていう風なのが出てるんじゃないかなと思います。で、ちぎりモードに切り替えてみていきましょうね。今自分で抱えていることを乗り越えて、あなたとくっついていきたいってところ、イチャイチャしたいってところがあって、例えばね、パートナーじゃなかったとしても、今この関係性において均衡を保っているような状態でも、社会的立場だったりとかね、今の関係性を壊してこのイチャイチャモードにしていきたいっていうところがあるので、ここの苦しみ、お互いの見えないことっていうのをちぎりとしてもし考えていくのであれば、この方先のことっていうのを考えているので、未来あなたとどうやったらイチャイチャしていけるかなとか、あなたとくっついていくためには、結ばれていくためにはどうしたらいいかな、時間を使った方がいいのか、おしゃれしてイメチェンしていけばいいのかとか、いろいろと期待しているんですね。あなたのことすごく好きだと思います。一目惚れに近いと思うんですよね。楽しみにしてるんです。結ばれていくこと。でも今の現状を少し我慢している。なぜかというと、自分の気持ちが今盛り上がっている性的な気持ちと、だけど抑えているようなところとかもあるので、立場的なものかもしれないし、その方がね、逆に調和取れるんじゃないかって、自分の願望欲望っていうのを抑えた方が、二人きりになりたいのにね、抑えておいた方がいいのかなって、どこかで今線引きしてるような感じ。理性と本能を今ちょうど良いバランスでうまく自分でコントロールしようって意識的にやってるような感じなんだけど、考えてることっていうのはこの先の開けた未来っていうところですね。開発していきたいっていう風に感じてるので、今関係性持ってるよっていう方だとしたら、あなたを不安にさせてるようなことがあって、それちょっと気にしていますね。自分のテク、に問題があるのかなとか、あとはもう純粋にね、ちぎりだけのことで言っちゃえば、関係性持ってる方だとしたら、今その自分がなかなか這い上がってこれない、起き上がれない、倒れている、そこに対してあなたががっかりしてるんじゃないかとか、不安に思ってないかなとかっていうふうにね、思っているのか。でもその自分が復活できないこと、立ち上がれないこと、ごめんねって、今はこの立ち上がれない感じでごめんねっていうふうに思ってるけど、でもイチャイチャしたい気持ちはあるから、いずれここは解消させていきたい、ね、未来のこと、もうちょっとね、自分自身の成長を考えていたり、どうすればいいかなっていうふうにやり方は模索しているようなところもあるので、技は磨かれていくでしょう。もし不安や不満に思っていることがあっても、満足させていくでしょうっていうのが出てるので大丈夫です。あなたを満足させたいっていうところがありますね。もうこのあなたを中心にお相手の中で回っているので、かなり好きなんじゃないかなと思います。性的魅力ももちろん感じているし、自分だけを見ていてほしい。周りのことを見ずに考えずに、自分たちのことだけの世界に入っていきたいっていうのが隠れたセクシーな本音です。だからここも完全にこれもちぎりですよね。これからみたいなね、ベッドインっていう感じがするので、この狙い撃ちの安村さんの場合は、もうあなたとインしていくことを考えているんですよね。差し込んでいくことを考えているんです。ただこの抜き差しすることについて不満に感じてるのか、自分がうまくできないのか、そこはちょっとだけ感じてるところがあるので、少し聞いてみましょう。お相手、自分のここね、このソードの点っていうのは、いわゆる背中にたくさん剣が刺さっていて倒れている人の絵柄で、だけど夜明けはもうすぐやってくる、この痛みとか苦しみはもう終わりだよっていうカードなんですよね。それがこの絵柄で描かれている。このお相手、もっと自分にスタミナが欲しいと思っていますか？スタミナや技術、スキルが欲しいと思っていますか？は、ちょっと待ってくださいね。イエスの2つ出てきたので、少しわからない。待って。ちょっ
とわからないのでもう1枚ください。分けて聞けばいいのかな。まあいいや。スキルやスタミナに対して、自分のことに対して、これから立ち上がっていきたい、改善していきたい、スタミナが欲しい、力をつけたい、もう抜け出していって、もう性的意味でね、自分が抜け出していってさらに立ち上がっていく力が欲しいと思っていますか？もうすぐそのあなたが知る時がやってくるので、今は教えられませんっていう風に、なるほど、入ってきましたね。そうなんだ。今はまだそれを知る時ではないよっていうことで、あまりそこについては、深掘りしてほしくないらしいですね。だから曖昧な感じで両方出してきたりとかもしてるし、否定したいんだけど否定もしきれないような、そんな感じですね。そうか。ちょっと複雑かもしれないですね。性的要素で自分の体にパワーが欲しい、スタミナが欲しい、立ち上がりたい、抜け出したいっていうところがあるんだけど、そこはちょっと今は深くは聞かないでほしいっていうこと。もう一方では生活面のことかもしれないんだけど、いろいろ複雑に絡み合っているので、まだそこはね、知らない方がいい、聞かないでほしいっていうところですね。じゃあお相手、あなたとこんな感じでイチャイチャしたいってことは言ってるんだけど、周りのことはあまり気にしたくないとかね。あとそうだな、やっぱり自分がこれからより成長していきたいっていうことを感じてるんだけど、かなりここですね、カップの4番ってことで、なかなかちぎりの日常、ちぎりで見ていくんだったらね、あなたを退屈にさせちゃうんじゃないかっていうところで考えているところがある。ここ絵柄で見てくださいね。カップの4番っていうのも退屈とかっていうのも表しているので、あなたが割と不満というか、見えない先行きとかね、そういう感じで、感じているところがあるので、ここはあなたにお尋ねしたい。そうですね、尋ねたい。タロットでいきましょう。あなたは、どんなちぎりを、お相手と交わしたいと思っているのか。あなたが今お相手に対して望んでいること2枚ください。どんなちぎりを望んでいるのかっていうことと、お相手にどんなことを改善してほしいと思っているのか。どんなちぎりを望んでいるのか。お相手に改善してほしいこと、この2枚でもらっていきましょう。まずどんなちぎりを交わしていきたいのか。ワンドの6番。なんかすれ違うことなく、そしてもうちょっと自分を認めてほしいとか、なんかこれね、称賛のカードなんですよ。褒めてほしい、認めてほしいとか、自分が掴み取っていきたいとかね、そういうことを、勝利とかも表すカードなので、不安からまず抜けていきたいですよね。様々な方が見てるので、お相手との関係性かもしれないし、実際にね、このお相手のちぎりの相性のことでもそうかもしれないけど、自分を見て褒めてほしい。君ここいいねとか、君のそういうところ好きよとか、そういうこと言ってほしいとか、そのテクいいねとか、あとイチャイチャしたいっていう感じで、ポジティブに強いカードが入ってきました。どんなちぎりを望んでいるのか、たくましく勝利であれっていうことで、そしてお相手に今、改善してほしいこととして、カップのキング優しくしてほしいって、優しく広く受け止めてほしいとか、なんかロマンチック要素が入ってきました。ロマンチック要素が少し足りないのかな、この方。でもこの隠れた本心のところでこういうカードが出てるので、捧げるよっていうカードなんですよね。これなるほどね。自分をね、ロマンチックに引っ張っていってほしいとか、あと誘導するとか、そうだな、支えてくれるとか、そうですね。あとは、勝利なので、頑張ってね、頑張ってほしいとかね、そういう感じで、頑張って私をゲットしてほしいとか、そういうことなので、もしかしたらお相手は主導権を握らないタイプなのかな。主導権握ってほしいってあなたが思ってるような感じなので、お相手主導権握らないタイプですか？この人 M ですか？ M、 受け身ですか？
絶対違うって言ってます。M ではない。M ではない。なるほど。じゃあテクの問題かな。M ではないので自分で主導権握って動いていくよっていう風に出てきました。はい、実質 M ではないそうです。ではあなたが望んでいることっていうことで、M ではない意味でお相手が上り詰めてきてほしいとか、勝ちに来てほしいとかね、主導権握って優しく導いてほしい。なんか足りないものとしては優しくリードする力だったりとかね、そういうことですね。これからまだもう少し技術を磨いてね、優しくしてほしい。乱暴なわけではないんですけどね、優しくしてほしい。ロマンチック要素が欲しいっていう感じですね。が入っています。ではこの方の攻め方、今期待してることでイチャイチャっていうのを期待してるんですけど、この人ってどんな感じで攻めてくれるんですかってことで、共通してもらっていきましょう。どんな攻め方をするのかなっていうことで、狐のカード、そうですね、賢く立ち回る木のカードはい、そして星のカード3つもらっていきましょう。見ていきますね。まず狐のカードは、必要な時は賢く立ち回る、頭を使って息を潜めて、必要であればうまく立ち回っていきますせっていう、この人のやり方っていうところで入ってきてます。いろいろ準備しますよっていうことで、前もって準備しますので、忘れ物なし、準備万端っていうような状態で臨んでくるでしょう。ね、何の漏れもなく、服装 OK、ね、っていうところで、いろいろ準備していきますし、トークも弾むでしょう。そしてもう一つ、まっすぐ育ちます。良くも悪くもっていう風にあるので、良くも悪くもなんですよね。まっすぐに育ちます。大きくなりますっていうことで、そうですね。良くも悪くも自分はまっすぐ立つ、まっすぐ育つ、そびえ立つだけなんですよってことも、この人のプレイスタイルとして入っていますね。ただ賢さも入ってるのでね、うまく立ち回るんだけど、なんだかんだ言ってまっすぐ育つだけ、良くも悪くもなんで、悪く捉えている場合はね、そこを修正していかなければいけないですよね。自分は伸びていくだけなので、あとはあなたがどう思うのかってところですね。そして星のカードです。絶対に叶うよ。どんなに遠くに見えても勇気を出してっていう風に出てきています。だから今の現時点でまだちぎっていないとか距離があるとかっていう方もいるかもしれないけど、でもこのお相手のプレイスタイルとしては絶対叶えるスタイルでいるのでね、遠くにゴールが遠く見えたとしても、自分は叶う、ゴールできるって信じて向かっていくんだっていう、きらめくあなたの星に向かってまっすぐに育っていくだけなんですって、時々ね頭を使いながらやっていきますがっていうプレイスタイルが出てきていました。はい、ということでここから二手に分かれていこうと思います。ここ一番気になるので、お相手がイチャイチャしたいっていうのはあるんですけど、結局のところあなたが退屈していないかな、自分のプレイスタイル、良くも悪くもね、この育っていくことに対して悪く捉えて退屈にしていないかなとか、マンネリしていないかなってことを気にしているので、ここについてちぎりのある方ない方ね、どちらにしろここ今共通して2枚出しましたよね。改善してほしいことと、あなたが望んでいるスタイルっていうことで、ここについて分けていきましょう。関係性のある方、あなたにとってのアドバイスカード1枚出します。退屈しないためにどうすればいいのか、あなたが退屈しないためにね、できればお相手にアドバイスしたいんだけど、今これを見てるのはあなたなので、あなたに対してのアドバイスと、あとここねまだちぎっていませんよっていう方に対しては、あなたが退屈するのかどうか、もう少し何か焦点を当てて何かねメッセージをもらいましょう。こちらのカードからもらっていきます。まずは関係性が今ある方、
今実際あなたは不安に思っていたり退屈していたりとか、あとお相手がいるようでいないような、離れているような、戻ってきてほしいような、そんな気持ちもあるかもしれません。1枚出していきましょう。カレー、ダリアのカードね。関係性持ってる方、退屈しないためのアドバイス。そしてまだ関係性ないよっていう方はこちらね、これから関係性を持つにあたって、あなたが気をつけるべきポイントというか、お互いが退屈しないためのアドバイス的な意味で1枚もらいましょう。永遠の愛。はい、帰郷のカードが入ってきました。で、今回このブルーミングホープオラクルカードさんはガイドブックを使ってしっかりと読み込んでいこうと思います。まず関係性を持たれている方については、カレーのカード、ダリアのカードなので、ここから抜粋してありました。もらっていきましょう。まず退屈しないためのアドバイス。はい。まずあなたにとって華麗なる存在というのはどのようなものでしょうか。それは外見の華やかさだけではありません。心の美しさは華やかなオーラとなり、周りの人を包み込みます。そしてあなたはまさにそうしたオーラをまとっていることをこの花は告げています。あなたが持つつつましさや謙虚さは色とりどりのオーラとなって周りの人を癒しています。あなたが大切に思う人も日々癒されていることでしょう。そうですね。このワンドの4番っていうのも癒しのカードなので、お相手のセクシーな本音としては、二人きりで癒しの時間を持ちたいとか、あなたに捧げていきたいっていうようなお気持ちがある。で、これを大切にしてください。そして、あなたにしかない華麗さがあり、そこは誇るべきところです。お相手はあなたのこの華麗な部分に魅了されているので、これを受け取ってください。あなたは美しい華麗なるオーラを身にまとっています。はい。で、華麗っていう言葉が入っていたので、自分が華やかであり麗しい存在であるっていうことですね。自分に自信がないとかなのかな。そしたら、お相手そんなことないよ、めちゃくちゃイチャイチャしたいんですみたいに言ってるので、あなたがどこか、退屈に思っていたりマンネリに感じているのは自分自身かもしれないですね。なので、お相手今関係性持ってるよって方は、今の現状をもっと華やかにしていくためにとかって意識しなくてもいいよ。何かする必要なくて、もともとあなたは華やかさとか麗しさを持ってるから、あとはそれをそのまま大切に思ってくださいって、お相手はあなたの魅力に魅了されているからっていうところで自信持ってくださいっていう感じで出てきています。では、まだ関係性持っていないよっていう方は、永遠の愛っていうワードが入っています。なんか気をつけるべきポイントとか、より良くなっていくためのポイントとしてメッセージをもらっているんですね。永遠の愛。ここから、もらっていきましょう。なんか永遠の愛を育む相手に出会って、これからその愛情に満たされた人生を送るっていう風に出てきているので、お相手とちぎるんじゃないかな。このイチャイチャになっていくんじゃないかなっていうのが出ています。お相手の希望通りね。3番さん。どんなことを意識すればいいのか、ときめきを大切にしてください。ようやくその時が訪れたことを告げています。もうすぐ訪れますよっていうことですね。心を深く許すことをしていきましょう。はい。その相手はあなたに永遠の愛を誓ってくれる方であり、いつもあなたを守りたいと、そして支えてくれる方、深い愛情を惜しみなく注いでくれる、かけがえのない存在になるはずです。永遠の愛。お互いがかけがえのない存在とか、惜しみなく支え合って愛情を注ぎ合っていくことっていうのが、テーマとして入ってきています。はい、もう間もなくその機会、チャンスが訪れるでしょうっていうことで、その時にたっぷりと愛情を注いでいくことや、愛情の交換ですね、エネルギーの受け渡ししてください。ちぎることっていうのは相手のエネルギーとあなたのエネルギーが交わっていくことなのでね、そのことを十分に味わってくださいねっていうアドバイス入ってきていました。素敵なカード。では、
お相手の隠れた本心ということで、あなたと愛情の交換をしていきたいとか抜き差ししていきたいっていうことが出てきていたので、今辛いことがあったとしてもそこから抜け出してあなたにこれから時間を注いでいきたいっていうところが出てきていました。では今年1年あなたに対してお相手の性的願望っていうところをどんなことを願望として持っているのかもらっていきましょう。あなたと叶えたい願望1枚もらっていきます。贈り物、感謝、思い、信頼っていうカードが入ってきました。贈り物なのでお相手があなたにプレゼントしたいものがある、捧げたいものがあるっていう風に出てきました。なのでお相手の方からこれ動いてきますね。お誘いしてくるとか、あとそうだな、思いを伝えてくれるとか、信頼関係築ける。ただプレゼントのカードなのでね、捧げ物、貢ぎ物、お相手からの贈り物があるよっていうことで、嬉しいサプライズ、プレゼントとかっていうものもあるでしょう。お相手のこの隠れたセクシーな本音っていうものがあなたに届けられる時が今年やってきますっていうことで、ラッキーカラーが紫っていう風に入ってました。紫意識して下着の色に取り入れてくださいっていう風に出ていますね。あとはお相手からのメッセージもらっていきましょう。あなたに伝えたい性的願望、お相手がどんなことをあなたと叶えたい、今伝えたい、隠している本音、っていうところで3枚もらっていきます。はい、お相手からのメッセージです。ではもらっていきましょう。見ていきます。あなたはどこにだって行けます。自由に向かっていっていいよ、登り詰めていっていいよ、行っていいよっていう風に、どこに行ってもいいよっていうことと、あとこちらが2番目かな。会いたい人にもうすぐ会えます。なかなか会えなかったっていう方は、もう間もなくお相手と会えるし、交わえるし、その機会がやってくるよっていう風に、今ね関係性のある方でも会えるよっていう風に、間もなくその機会が訪れるねっていう風に言ってるので、どこにだって行けるんだから行きましょう、向かいましょうって、会いたい人に会いましょう、そういう機会を作りましょうっていうね、贈り物っていうカードが入ってるから、お相手からねささやいてくれる言葉とか貢いでくれるもの、お相手が渡してくれるものっていうのがあるんですけど、それを受け取るだけ、待ってるだけではなくて、自分から自由に動いてもいいよっていう風にも出てきています。あとこれ、違いを受け入れる。誰とも比較できないあなたっていうのがあります。あなたはあなただよ。他の誰とでも比べる必要はない。周りのことを気にせず、お互いの関係性だけ、お互いのことだけ見ていこう。はい。もっと自由に歩いてもいいよ。行きたい時に行けばいいよっていう風に出てきていましたね。はい、お相手からのメッセージとしてお受け取りください。あなたはあなた。ね、世界に一つだけの花ですよね。あなただけだよっていうことをお相手は言いたい。あと、来てくれると嬉しいなってこともあるんじゃない？あと会いたいっていう気持ちもあるでしょうし、これもお受け取りください。イチャイチャモードですね。期待してることはイチャイチャモード。あとはここですね、あなたがマンネリだったり退屈しないためのちぎりのアドバイスっていうのをもらったので、ぜひ参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。新年明けましておめでとうございます。2024年もよろしくお願いいたします。はい、では今年一番最初の動画はちぎりシリーズとなります。たくさん笑いましょう年末年始スペシャルということで、年始もこのスペシャル続けていきます。ではよろしくお願いします。4番をお選びいただいた方、またがる安村さんです。はい。で、今回のテーマはお相手の隠れたセクシーな本音、そしてあなたと今年どんなことを願っているのか、性的願望っていうところを見ていきます。では早速もらっていきましょう。カードはすべて正位置採用で、今回こちらのタロットカードは絵柄でも取っていきます。また夜の妄想シリーズなので、かなり
エンタメ要素強めになっていますのでご了承ください。ごめんなさい。もう一度切り直しますね。では行っていきましょう。はい、出ました。見ていきましょう。お相手ね、あなたにくっついていますね。抱きしめています。だけれども、今、伝えたいセクシーな本音っていうところで、ソードの3番が出てきています。これちょっとね、意味合いがたくさんあるので、これはちょっと後で見ていきます。ただ、今の現状とか、そのエースっていう風に出てきていて、お相手が今始まりっていうところを強く頭の中とか意識されていることとしてあります。でもね、その考えてることで我慢してるっていう感じで出てきてるんですよね。つられた女っていう感じで、なんか入浴していて一人考えてはいたしていますっていう感じで、ちぎることを我慢しているような感じなんですよね。なんだろうな。なので関係性がある方ない方どちらにしても今ちょっと我慢しているような感じっていうのはあります。大切に育んでいきたい関係性でもあり、そして交わってる方もいるんじゃないかなと思うんですね。ワンドのエースもうすでに始まってるよっていう感じで入ってきてるし、でもそうですね、なんか交わってる感じでも入ってきますね。はい。そしてなんかお相手が手を差し出していますよね。これはカップのナイト、いわゆるロマンチックなねプロポーズカードって言われてるので、お相手の方からのお誘いっていうのがもうすでにあったんじゃないかなっていう感じもします。まだ関係性がないよっていう方だとしても、お相手ここに、好きだよっていうカードが入ってるので、あなたに対しての思いがあるよっていうこと、そして期待していること、恐れていることのところでカップの9が入っているので、自分の気持ちが満たされるのかとか願望が達成できるのかどうかってことを期待している、もしくはそうなるといいなっていうふうに願ってるんですね。叶えていきたいっていうことで、あなたとちぎっていきたいってことを今我慢している状況とか一人ちぎりの状況からもう抜け出したいんだっていうところがあるから、あなたに変わってほしい。これデスのカードね、あなたの切り替わりとか節目っていうところで、でもこれ悲しそうにあなた泣いていますよね。今泣いていませんかっていうところで出てくるんですね。あなたすっごく魅力的な女性として、女性または異性としてね、恋愛対象としてお相手の目に映っているし、抱きしめたいっていうのが強く入ってきてるんですけど、でもそれを我慢してるっていう感じで入ってくるんですね。で、最終的にこのお相手っていうのは自分の心のままに動いていくと思います。動くと思うんですよね、ここね。でも助教皇だから自分の気持ちを大切に、願いを大切に思っていくっていうところがあるんですけど、深掘りしたいんですよね。この2枚についてちょっと深掘りしたいので、あとあなたのここねですね。あなたを満たしてあげられているのかどうか、こっちへおいでっていう感じで、あなた自身が今何かの節目とかねっていうところもあるし、またはですね、終わりと始まりなので、そうだな、あなたとちぎっていくことに対してのお相手の頭の中っていうのは我慢っていうのが、忍耐っていうのが入ってくるので、その忍耐について、そうですね、あなたが受け入れてくれるのかどうかってことで、そうですね、あなたをカードとしてはね、絵柄としては泣いてるんですけど、あなたを違う意味でね泣かせられるかどうかっていうことで、あなたが泣いてくれるかどうかってことでね、声を出してくれるかどうかっていうことも望んでいるかもしれないし、忍耐を考えてるから、ちぎるのを我慢してるだけではなくて、自分って忍耐というか忍耐強く粘り強く取り組んでいますよっていう感じで、そうですね、達するまでに時間がかかりますよってことかもしれないですね。それに対して
あなたは何回でも、節目を迎えてくださいってことも言われてるのかもしれないけど、まずですのところに対して1枚出しましょう。あなたがお相手とのちぎりに対して感じてることは、ペンタクルページが入ってきました。これから今関係性のある方はね、これからもどんどんと、お互いが成長していきたいとか育んでいきたい気持ちもゆっくりと確実に誠実にっていうのが入ってくるので、関係性を長続きさせていきたいだけじゃなくて、持久力っていうことで自分が持久力をつけたいのか、それともお相手が我慢足りないわねってあなたが思ってるのかもしれないし、ちょっと早いかもしれないから忍耐持ってねってことをあなたが望んでるのか、自分が力つけなきゃなって思ってるのか、そうですね、そういう感じでお互いの、忍耐や持久力ってところについて感じているところがあるのかな、お相手に求めてるのかな、もうちょっと頑張りなさいよみたいなことを思ってるのかもしれないですね。そっか、ペンタクルページ、そのさらっと綺麗にまとめるとするのであれば、お互いの関係性、持久性を持ってこれからやっていきたいとかね、勉強学んでいくっていうね姿勢が見えているので、これもそれに近いかな。知識を身につけるとかね、より良くしていく、改善していくために、強くなっていくために学んでいくとか、誠心誠意取り組んでいくっていうようなところが出てきたので、自分もそうだし、お相手にもそれを望んでいるよってところもある。でも優しいですよね、このお相手っていうのが、こっちへおいでって言ってる。これなんだろうな、ヘルメットかぶってるんですよね。ヘルメットかぶってるんだよな。なんか一瞬こういう髪型してんのかなって、キノコ頭してんのかなと思ったんですけど、ヘルメットかぶってるっぽいです。線が見えてるので、ヘルメットの、この人頑丈ですね。頭の上ヘルメットをつけて頑丈にしています。そうですね、安全安心安全っていう感じでね入ってきてますよ。じゃあこことここに対してなんかね、そのお相手の願望として、もっとあなたに自分のことを自分のことというか、そうですね、素肌をさらけ出してほしいなとかね、もっと見せてほしいなとかっていうところもあるし、あとはっきりしたいことっていうのもあるんじゃないかなと思うんですけど、まずこのソードの3番ね、このお相手の隠れた本心として、なんかね見た感じ優しい人だなとか思うんですけど、一つはもう少し荒々しいプレイをしたいのか、もう一つは何か今自分の中で気にしていることがあるのかっていうところで、そうですね、ちぎり、お相手の隠れているセクシーな本音なので、セクシー的要素で見ていきたいんですよね。もっと激しくしたいんじゃないかなっていう感じで思ってるんですよ。でも抑えている、我慢しているっていう感じで、王子様、お姫様のような感じで上品に振る舞っている感じがするんですけど、このエンプレスっていうのは愛と豊かさ、豊穣のカードなので豊かさなんですよ。ソードの A と窓の外を見てください、私は実はここにいますよみたいなね、電話をしていて、あなたに会いたいわみたいなことあなたが言っていて、いや仕事で忙しいんだよってお相手が言ってて、なかなか会えないのね、悲しいわ、カーテンを開けてみて、シャッて開けたらいるみたいなねどんなストーカーやねんみたいな、どんだけ準備してそこにいるんだみたいなね、たまたま通りかかったんだよみたいな、そんなシーンを思い出しますね。ソードの A と、カードの意味自体は動けないとか制限かけてるとかね、そういう感じですね。そしてもう一つがワンドの7番っていうのが入ってきています。でワンドの7番は、自分が有利な立場っていうところで、
入ってきているんですが、このカードを見る限りだと何か言い合いとか提案したりとかしていますよね。何か言いたそうな感じで入ってきています。だからその伝えたいことがあるんじゃないかな。自分が主導権を握っていきたいっていうことかもしれないし、何か制限がかかっていることに対してね、策ですよね。2人を阻めているものに対してあまりよく思っていないので、もうそこから抜けて自由になっていきたいとか、自分の心のままにこれから動いていきたいとか、制限から外れてもう我慢することなくね、我慢することなく自由にやっていきたいっていうような感じで、頭一つ飛び抜けていきたいっていうところもあるので、自分が群を抜いて早く行きたいとか、そういう感じもしてくるので、ちょっとここね、イエスノーでもらっていきましょう。で、このお相手ね、一つはね、制限。そうだな、はっきりさせましょう。ここはね、はっきりしましょう。はっきりさせます。ちょっと待って質問する前にイエスって出てきたんですけど、一回しまいますね。質問してからにします。ごめんね。お相手、制限から抜けていきたい。その制限っていうのは、あなたとのちぎっている最中に自分が我慢していることを抜けて、もう我慢することなく自分が行きたい時に行きたいと思っていますか？自分の心のままに、体の感じるままに、自分が今だと思う時に待って、これめくれてるんでしまいますね。自分が行きたいと思っている時に行きたい派ですか？ちょっと待って、落ちていく。自分が行きたいと思う時に、はい、では行きましょう。この人は自分が行きたい時に行きたい。もう我慢させないでほしい。もう自分は行きたい時に行きたいんだ。の違う。なるほど。じゃあ、そうではないということで、じゃあどういう意味の制限なのか。自分がもっと粘り強く忍耐、パワフルに、タフにやっていきたい。スタミナをつけたいっていうことですか？もっと我慢強くありたい。わー、来た。今はそれを知る時ではありません。教えてくれないカードです。はい。まだそれを知る時じゃないよ。まだだよ、まだだよ。じらすな。うん。そこは、今は聞かないで、知る時じゃないよっていうことなので、ここについてはね、深掘りしないでおきましょう。では、あなたに制限つけたいってことですか？囲っておきたいとか、自分の意のままにちぎっていたい、ちぎってる最中にあなたを制限させたいとか、そういうことですか？制限させたい。それも違う。なるほど。じゃあ今考えられるのは、あなたの中にもう入っていって、お互いがつながり合ってね、体の中でもお互いのエネルギーが循環し合っていって、エンプレスのカードが入ってるので、そこで育んでいきたいものがあるとか、あなたの体の中に入っていく、または入ってきてもらうことによって望んでいるものがありますか？体の中に入っていきたい。イエス。なるほど。体の中に思いっきり入っていきたい。我慢していることから抜けて思いっきり、制限していることから抜けて思いっきり入っていきたい。それが自分の望みですっていうことで、体の中にっていう風なカードが出てきました。はい、ということで、ここの深掘りとしては、体の中にね、深く入っていきたいっていうことで、っていうことが入っていました。自分が一つ飛び抜けていく、頭一つ飛び抜けているカード、自分が優位な立場っていうことで、お相手が主導権を握ったりとかしていきながらも、あなたの中にもっと深く入っていきたいっていうことでもらっていきました。そして、じゃあ、ここで2手に分かれていきます。もうすでにちぎりの関係あるよっていう方と、まだこれからなんですっていう方向けにもらっていきます。で、今この全体を通して私が一番気にしているのが、お相手のセクシーな本音っていうところなんですよね。
あなたのところも少し気になるんですけど、まずお相手の、本音っていうところで、待ってくださいね。本音。そうですね。お相手の本音っていうところは最後にもらっていくので、今このカードで出すとするのであれば、でもそうですね。あなたが今です。終わりを受け入れること、終わりを受け入れること、そしてでもここはペンタクルページ、あなたの目線で言えば、これから育んでいきたい、より末永く、忍耐強く取り組んでいきたいとかね、誠実にやっていきたいっていうことなので、今それを自分も目指していくためにあなた自身も変わろうとしているところがあるっていう風に出てきたので、じゃあやっぱりお相手のセクシーな本音っていうところでもらっていきましょう。ちぎりの関係性がある方とない方と分けて見ていきます。お相手が望んでいること。セクシーな本音、どんなプレイスタイルを望んでいるのか。栄光、グロリオサ。で、ちぎりの関係ない方は聖なる愛、時計草。ということで、今回このブルーミングホープオラクルカードはガイドブックここにあります。なのでこのガイドブックからきちんと見ていこうと思います。まず、ちぎりの関係がある方は栄光のカードが出てきているので、栄光ありました。ここから、意味を当てはめて見ていきましょう。日々の小さな積み重ねから大きな栄光を手に入れます。で、どんなプレーを望んでいるのか、小さな積み重ねっていうのを望んでいます。小技をたくさん繰り出したいのかもしれません。栄光という言葉を聞いて何を思い浮かべますか？実はこの言葉はあなたのためにあるのです。お相手は自分が栄光に輝きたいじゃなくて、あなたのためにっていうことで尽くしたい。あなたのために日々小さな努力、思いやり、そうした些細なことの積み重ね、これを行っています。やがてそれは大きな栄光へとつながっていき、あなたが毎日何を行って考えているのか、お相手はちゃんと見ていますので、そしてお互いの行いっていうのがいずれ大輪の花を咲かせるようになるでしょう。たとえ悩み迷うことがあっても安心してください。お相手とあなたが積み上げてきたものは大きな栄光へとつながっています。お互いのこのちぎりですね。これを積み重ねていくことでやがて大きなものへとなっていくっていうのが出てきていました。だから安心してこれからも積み重ねてくださいねっていうのがありました。そしてこれからちぎっていく関係性の方については聖なる愛、ありました。います。あなたとお相手は聖なる愛でお互いを包み込み、そして光へと導く使命をお互いが持っています。あなたは自分で思う以上に愛情深い方です。この人と決めると徹底的に守り抜くのではないでしょうか。そして一点の曇りもない清らかな愛情で大切な人を包み込んできたはずです。その慈悲深さは聖母にも通じるものがある。そう、ここにエンプレスのカードが出てるので、あなたっていうのは母なる大地だったり、器の広さ、温かさ、慈悲深さっていうのも表しています。また同時にエンプレスの他に、このハイプリエステスも出しているので、お相手はいろんな魅力っていうのをあなたに感じているかもしれません。時には母のように包み込んでくれる、時には導いてくれる、時には聡明さっていうことで、いろいろな魅力をあなたに感じていると思います。でそして、お相手なんですが、あなたの愛をもっともっと降り注いでほしいと伝えてきてくれています。特別な努力は必要ありません。今まで通り愛を持って接してください。その愛情は何倍にもなってあなたを包み込み、穏やかで幸せな日々へと導いてくれますというのが出ていました。これからちぎっていくよっていう関係性の方はもう聖なる愛、そうですね、お互いが愛情を持って包み込んでいくように、
何も変える必要はありません。努力することもない。そのままでいいので、ただ誠実な気持ちを持って、そして守るっていうワードが入ってきていたので、約束を守ることだったりとか、そのままのあなたでいいよっていうことなので、何かを無理に変える必要はないっていうのが出てきていました。聖なる母のような存在で、そのままでいいよっていうふうにお相手を受け入れて包み込んでいく存在であればいいよっていうことですね。低層を守っていくことっていうのもいいでしょう。このお相手とちぎるまでの間、他に目をやることなくね、他の人のことを考えることなく、お相手だけを見つめてくださいねっていうのが入っていました。では、お相手が今年あなたと叶えたい性的願望についてもらっていきましょう。どんなことをやりたいのか、どんなことを願望として持っているのか、もらっていきます。はい、このカードです。カバン、挑戦、移動、整理というカードが入っていました。まずグリーンが出てるので、緑色っていうのがラッキーカラーです。挑戦していきたい、または移動していきたい、整理したいっていうのがあるので、何かを整えることによってより良い形にしていくことだったり、また移動っていうのがあるので、一箇所から動けないとか忍耐して我慢していることからもう移り変わっていきたいっていうのも出ています。挑戦っていうのもあるので、新しい場所とか新しい環境とか今までにないことを取り入れていきたいっていうのが出てきていますね。はい、旅行行きたいかもしれないしね、挑戦っていうのが入ってきました。挑戦か。じゃあ挑戦っていうことでお相手が望んでいるプレイスタイルっていうのをルノルマンカードからもらっていきましょう。どんなことを挑戦したいのかなっていうことで、挑戦、お相手がやってみたいプレイスタイルは何でしょうか。3つもらっていきます。ヘビ、コウノトリ、そして熊のカードです。はい、パワフルなカード、ねっちょり系のカードも入ってきています。まずヘビのカードですね。スネーク、黒く塗りつぶしてしまいたくなる、心に潜んでいることが嫌なのだと本当は叫んでしまいたい。何かね、塗りつぶしたくなるような、心に潜んでいる嫌だと思っていることを外に出していきたい。制限から抜けていきたい。我慢していることから本当は違う、嫌だ、こうしたいってことをね、自分の思う通りに進んでいきたい。声に出して叫んでいきたいってことと、あとヘビって絡みつくものなので、あなたの魅力ですよね。魅力についてお相手、そこから虜になって離れないっていうことと、かなりそんな風にね、絡み合いたいっていう願望が入っています。お相手が新しく挑戦したいこと、もっと絡み合いたいとかね、そういう感じかな。例えば同じく寝そべっていたら、もうあなたを抱き枕のように体に、くっついていたいとかね、足を絡めたいとかかもしれません。とにかく絡んでいたいっていうことと、あとコウノトリです。変化の時だ。あなたの目の前に行き先を示す矢印が現れる。変化です。嬉しい変化、幸運を運んできてくれるコウノトリさん。これ挑戦したいっていうことで、そしてエンプレスのカードとかも出てきていたので、一部の方では新しい生命とか、コウノトリさんもね、それを表すカードでもあるので、あなたの中に宿すものっていうのがあるかもしれない。それは新しい生命エネルギーなので、新しく湧き上がってくる感情や愛情かもしれないし、そうですね。でもあなたにとって自分の心や体が変化する、良い意味でっていう風に出ていますからね。なので、そうですね、ここも良い変化ということで、何か変わるよっていうお相手のプレイスタイルもそうなんですけど、突き破っていきたいっていうのが入ってきていたので、何かね、あなたの心に叫びかけたい、訴えかけたい、あなたの体に訴えかけたいものがあるっていうことは出てきていますね。熊のカード、あなたを守ります。あなたは私の背中に隠れていてねっていう、守りたい、守るよっていう力強いカードも入っています。もう
いろいろな抱え込んでいるものは終わり、重たい荷物はここに置いて飛び立っていきましょう。だけどこのお相手はずっとあなたを守っている気持ちで絡みついていく、そんなプレイスタイルを望んでいるよっていうのが出てきていました。かなりね、この方は力強く求めているところがあります。はい、ということで、あとお相手からのメッセージもらっていきましょう。あなたに対して今何か伝えたいこと、隠れた本音、性的願望で伝えたいことっていうのを3枚もらっていきます。またがる安村さん。時間のカード。はい。では、これで見ていきましょう。時間は有限です。あなたの時間、あなたのための時間を持っていますかっていうことをですね。そうですね。今、時間を割きたい。あなたのために時間を作りたいっていうのがお相手の気持ち、ちぎりの時間を持ちたいっていうことなので、どうですか？今、ちぎりの時間持てていますか？我慢してますよっていうのが入ってるので、ここね、時間かけていきましょうっていうことと、会いたい人にはもうすぐ会えます。あなたたちにとって会いたい人っていうのは誰でしょうか？お互いのことなのかな？それとも今これから新しく湧き上がってくる愛情、エネルギー、生命体なのかもしれませんね。会いたい人にはもうすぐ会えますっていうカード。もうすぐね、会えるよ、もうギュッとできるよってことが出てきていますし、ここ最後ね、あなたはご先祖様に守られています。ご先祖様のご加護を受け取りましょうっていうことで、あなたたちの遺伝子だったりとかね、古くから伝わっているものとか、お互いのそうだな、やっぱり細胞レベルでつながり合ってることも、魂レベルでつながり合ってることっていうのもお相手は伝えてきてくれてるし、そう、お互いが見えない存在に守られているっていうことも、ここもね、守られているっていうカードなので、守りたい、守られているとか、そのようなことも強く言ってくれています。だからこれから先とか今とかね、困難なことがもしあったとしても手を差し伸べていくし、だから泣かないでって抱きしめ合ってやっていこうっていうことがお相手からのメッセージで入っています。なかなか時間なくて会えないような関係性の方は会えるよってことも、間もなく会えるよってことも伝えてきてくれました。もう2人が、天国、焦点していくのはね、もう果てしない、ちぎりの中のゴールですよね。ゴールまで果てに行くのは、このステップアップね、この光り輝く先に行くのは間もなくだよってことも言っていますから、結びつきの時にね、楽しい瞬間を迎えましょうってことも教えてきてくれてるんだと思います。お相手からの性的願望とか、今伝えたいこととしてもらっていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。